私の姉は、兄である私に対して危険なほど執着していた。私が18歳になった年、彼女は私が血のつながらない弟である子と出生時に取り違えられたことを知った。それから彼女は私を人里離れた屋敷に閉じ込め、歪んだ愛を注いだ。私を独占するため、彼女は両親の権力を剥奪し、海外へ追いやった。本物の後継者は、憎しみに駆られて私に復讐しようとしたが、彼女の命令で両足を粉砕され、荒野に捨てられて死ぬ目にあった。彼女は編集的で狂気的だった私を鎖でつなぎ、誰にも私の顔を見せることを禁じた。そして、嫉妬心を煽るため、彼女は彼を見つけた。私に驚くほど似た私と同じように頑固で、彼女をお姉ちゃんと呼ぶ男。彼女は彼を甘やかし、俳優としてのキャリアをスタートさせ、ありとあらゆる資源を投入して彼を最年少のオスカー受賞者にした。彼女は彼の名前まで変えたイーサン・ルッソ。誰もその理由を知らなかったが、私は知っていた。なぜなら私の名前はだからだ。誰もが彼女が彼に夢中だと思っていた。イーサン・ルッソ自身もそう信じ、婚約者として威張り散らしていた。彼女の寵愛に酔いしれた彼は、手がを引き連れて屋敷に押しかけた。私の顔を見たとき、純粋な嫉妬が彼の表情を歪ませた。この安っぽい小娘め。彼は唾を吐いた。俺に似せて整形して彼女を誘惑しようってのか？顔を引き裂いてやる。彼は私の顔を切りつけ、飼い犬を殺し、両手を粉砕した。そして私のズボンの中にラー油を流し込んだ。イザベラ私の姉が駆けつけたとき、彼は犬用ケージの中で半死半生の私を指さした。ベイビー彼は涙を浮かべ、声を詰まらせながら言った。この整形野郎が俺になりすまして君を誘惑しようとしたんだ。教えてくれ君は誰を選ぶ？こいつか、俺か？私はイザベラ・ロッシの囚人として、クラウドクレストマナーで長い4年を過ごした。4年間待ち続け、ついにチャンスを見つけた。裏庭の高い塀をよじ登り、自由は目前だった。その下で待ち構えていたのは、一団のチンピラだった。先頭に立っていたのは、姉が飼っている映画スター、イーサン・ルッソだ。塀の上にいる私を見て、彼の目に悪意が光った。手にした鉄パイプを振り回し、私の足に強く叩きつけた。おやおや、この小娘。ついに捕まえたな。俺が怖くて逃げようってんだろ？道理でイザベラがこっそりここに来るわけだ。お前が彼女を洗脳してるんだな、この家庭破壊者め。骨の不気味なきしむ音が響いた。私は激痛の悲鳴を噛み殺し、塀から転がり落ちた。イーさんは再びパイプを上げ、今度は私の顔を狙った。一撃、また一撃と浴びせられた。手下たちも加わり、残忍に私を蹴り、罵声を浴びせた。汚らわしい家庭破壊者。俺たちが済ませた後、何を使ってイーさんの女を奪うつもりだ。違うんだ、私は必死に説明を絞り出そうとした。イーザンがパイプを私の口に突っ込み、乱暴に押し込んだ。顎に激痛が走った。喉に鉄の味が広がり、血の塊を吐き出した。違うもクソもあるか。彼は叫んだ。このバイタッコ小娘、俺の姿形を真似て俺の妻を誘惑しやがって。俺が来るって知ってたんだろ？だから慌てて塀を登ってたんだ。ずっと小さな亀の甲羅に隠れてるつもりだったのか。彼の罵倒が降り注ぐ中、パイプは私の頭、肋骨、背中を襲った。顔は熱く、腫れて脈打っていた。温かい血が鼻から流れ出た。私は丸くなり、頭を守りながらピースがはまっていくのを感じた。彼は新しい警備責任者を買収していた。だからあいつが私のドアの近くをうろつき、
イザベラの今度の海外出張やチャンスが来ると大声で言っていたのか。彼はイーさんに合図を送っていたんだ。道理で私が脱出しようとするのを見て、他の連中の気をそらす手助けをしたわけだ。イーさんはずっと外で待ち構え、私を懲らしめる準備をしていた。お願いだ私はかすれ声で言い、頭を守りながら、言葉が痛む喉をかきむしるようだった。間違いだ。私はイザベラ・ロッシの弟だ。何かの小娘じゃない。イーさんは凍りついた。警備責任者が前に進み出て、焦った口調で囁いた。さあ、確かに噂では、ロッシ様には弟がいて、出生時に取り違えられたと。双子だって話です。でも4年前に誘拐され、両足を折られて治療のために海外に送られたんです。それ以来戻ってきていません。イーさんは冷たい目で私のボロボロになった顔を見つめ、次に無傷の私の足へと視線を移した。この小娘、イザベラに全然似てない。それに足は無事だ。こいつは嘘つきだ。ちょうどその時、家の執事であるヘンダーソンローさんが小包を持って到着し、騒動に気づいた。誰だ？何をしている？彼は叫んだ。彼は何十年も私の両親に仕えてきた。私を知っているはずだ。ヘンダーソンさん。助けて。僕だよ、リアムだ。私はしわがれた声を出し、その努力が喉を引き裂くようだった。ヘンダーソン氏は私の方を見つめ、お痛めに困惑の色を浮かべた。彼の目にはただの当惑しかなかった。ルッソ様？どうされましたか？あの男は誰です？どうして私を知っているんです？私の心は沈んだ。4年前に両親を追いやった後、イザベラは私も一緒に行ったと発表していた。これまでずっと閉じ込められ、誰にも会わなかった。メイドでさえもドアの給仕口から食事を渡すだけしか許されていなかった。4年も経った。彼はおそらく私の顔を忘れているましてや今、私がイーさんに顔がわからなくなるほど殴られてるなんて。私は自分が誰であるかを証明しようと話そうとした。イーさんが私の口を強く踏みつけた。目の奥に痛みが炸裂し、もう声が出せなかった。こいつ？イーさんは嘲笑した。ただの成り上がりの小娘で、自分の顔でイザベラを誘惑しようとしてる。俺が懲らしめに来るって聞いて、怖くなって逃げようと塀を登ったんだ。警備責任者は鼻で笑った。坊ちゃんの名前すらろくに覚えてないくせに、よくもロッシ様の弟を名乗るな彼はしゃがみ込み、私の顔の近くに唾を吐いた。坊ちゃんの名前はアレクサンダー・ロッシだ。リアムじゃない。わかったか、バカ？ヘンダーソン氏の顔が突然青ざめた。リアム？それは坊ちゃんの名前でした。何？イーさんと警備責任者は驚いて見つめた。イザベラの弟ってアレクサンダー・ロッシじゃないのか。執事は急いで私のことを説明した。イザベラが私をどれだけ必死に守り、誰にも傷つけることを禁じていたかに触れた。希望が湧き、私は必死にうなずき、目でヘンダーソン氏に懇願した。そうです。私はリアム・ロッシです。ヘンダーソン氏は身をかがめ、私のボロボロになった顔をじっと見つめた。チャンスを逃すまいと、私は必死に襟元を探り、母が残してくれた翡翠のペンダントを引きずり出した。これは、ヘンダーソン氏の目は見開かれ、声が震えた。それは奥様がリアム坊ちゃんに授けた守り玉だ。リアム用本当にあなたですか？イーさんはペンダントをひったくり、鎖を引きちぎった。だから何？彼は嘲笑した。こいつはもうイザベラの頭に取り入ってるんだ。宝石を一つ盗んだって大したことじゃない。その通り。警備責任者が加わった。
誰もがあなたがロッシ様のお気に入りだって知ってます。この家庭破壊者はあなたに似せる整形をし、ここに隠れて小娘を演じ、あらゆる汚い手を使ってロッシ様に自分を守らせたんでしょう。イーさんの怒りが再燃した。3年間、イザベラは誰もこの屋敷に近づくことを禁じてきた。もし彼女の怒りを恐れていなければ、こんな手を使ってこの家庭破壊者をおびき出し、正気を失うほど殴るようなことはしなかっただろう。彼の取り巻きは彼の怒りを感じ取り、火に油を注ぎ始めた。何を恐れることがある？ロッシ様は中に入るなと言っただけだ。俺たちは他だ。このバイタを外で潰して、ただ侵入しようとした小娘だと思ったって言えばいい。簡単だ。彼女はあなたをそんなに愛してる。この役立たずのボロボロの小娘のためにあなたを罰すると思うか？イーさんの目が輝いた。そうだ。俺がやったのは彼女を愛してるからだ。もしかしたら罰さないかもしれない、感動するかもしれない。彼は手がに私を引きずっていくよう命じたが、ヘンダーソン氏が彼らを阻んだ。ルッソ様。用心に越したことはありません。もし彼が本当に坊ちゃんなら大変なことになります。イーさんは睨みつけ、表情が危険なものに変わった。イザベラはこの小娘に何を届けに来るように言ったんだ？嘘をつくな、じいさん。彼のアシスタントがヘンダーソン氏から箱を奪い取り、引き裂いた。中には精巧なタキシードと手書きのメモが入っていた。私の大切な人、あなたがこれを着る姿が待ちきれない。悲しまないで、戻ったらサプライズがあるから。その下に、走り書きで、顔文字しかめっ面、愛してる。イーさんはメモをビリビリに破り、ヘンダーソン氏に唾を吐いた。見ろ。もし彼が本当に弟なら、こんな甘ったるいクソ書くか。お前はリアム・ロッシはロッシ夫妻と海外にいると言った。この小娘が彼であるはずがない。呆然とした執事を無視し、彼は私の髪を掴んで引きずっていった。絶望が私を襲ったその時、ヘンダーソン氏の電話が鳴った。イザベラからだった。ヘンダーソン氏が応答する前に、イーさんが電話をひったくった。彼は手がに合図して私の口を再び塞がせ、警備責任者にヘンダーソン氏を押しのけさせた。もしもし？ベイビー。イザベルの声は甘ったるく変わった。ヘンダーソンさんにちょうど会ったところ。送ってくれたタキシード？すごく気に入ったよ。お姉ちゃん、本当に優しいね。彼は厚かましく、甘ったるく言った。こんなに甘い言葉を書いてくれるなんて今すぐ君のところに飛んで行きたいよ。向こう側で間があった。ああ、気に入ってくれてよかった。イザベラの声は硬かった。彼女は怒りに震えていたが、無理やり冷静さを保っていた。養子の弟がここに監禁されていることを誰にも知らせてはいけなかった。ましてやイーさんに私に対する彼女の歪んだ感情を知られるわけにはいかない。それは私を危険にさらす。彼女は怒りを飲み込み、声は冷たかった。どこでヘンダーソンさんに会ったの？他に何か言ってた？ああ、本宅に戻る道でさ。彼はすごく秘密主義で、プレゼントボックスを開けさせてくれなかったんだ。無理に開けなきゃならなかったよ。そう言いながら、彼の目は私に向かって純粋な毒を含んでいた。お姉ちゃん、これ僕へのものだよね。ヘンダーソンさんがこっそり別の愛人に届けるよう仕向けてるんじゃないよね。彼の声には微妙な脅しと冷たい響きがあった。バカなこと言わないで。あなたが私の唯一のボーイフレンドよ。イザベラの口調は平坦だった。ヘンダーソンさんはただ年を取って忘れっぽくなっただけ。多分どこかに特別な場所にしまってサプライズにしたかったんだろう。考えすぎないで。彼女は間を置いた。彼に代わって。
イーさんは警告と脅威に満ちた視線をヘンダーソン氏に向け、それから電話を彼に押し付けた。ヘンダーソンさん、イーさんが見つけたんだから彼に渡しておいて。心配しないで、あなたを責めたりしないから。その最後の一言で、老人の心臓は一瞬止まりそうになった。はい、お嬢様。彼がさらに説明しようとする前に、イーさんは電話を切ろうとした。私は口を塞いでいた手を噛みついた。男は痛みで叫び、私を離した。お姉ちゃん助けて。私はしわがれた声で言い、言葉は苦痛で濁っていた。イーさんの顔はパニックに歪んだ。彼は飛びかかり、再び足で私の口を踏みつけた。今のなん？イザベラの声は瞬時に鋭くなった。お姉ちゃん、助けて。って誰か呼んでるのが聞こえたけど。そこで何が起きてるの？ただの僕のアシスタントが明日のイーさんの撮影用に誘拐シーンのセリフ合わせをしてるだけだよ。私の口を塞いでいた男が電話に近づき、無理に笑い声を上げた。そうです、ロッシ様。イーさんの明日の撮影用に誘拐シーンのリハーサルをしてて。わかった。ヘンダーソンさんに私の指示を伝えておいて。忙しいから電話が切れた。絶望が私を押しつぶした。イーさんはさらに強く足を押し付けた。俺の目の前でよくもお姉ちゃんなんて呼べたな。これがお前が彼女を誘惑する方法か？俺以外で彼女をそう呼ぶ奴はいない。死に値するぞ、この小娘め。彼は私のボロボロになった顔を見つめ、目は悪意に満ちていた。お前は俺の顔だけでなく、俺が彼女を呼ぶ呼び方まで真似たのか？今日はお前が生まれたことを後悔させるまでにしてやる。彼は私の髪を掴んで屋敷の門の方へ引きずっていった。ヘンダーソン氏が近くで懇願した。贈り物も受け取ったし、罰も与えた彼を解放してはどうですか？警備責任者が加わった。そうだよ、イーさん。どこか別の場所に捨てる？ロッシ様に聞かれたら逃げたって言えばいい。イーさんはためらい、それから私を地面に強く投げつけた。バイタ。二度とイザベラに会わないと誓えるか？私は必死にうなずいた。神様はこれまでどれだけ必死にイザベラから逃げたかったか知っている。次の瞬間、彼はナイフを取り出し、残酷な笑みが唇を歪ませた。お前を信じない。お前を肩輪にした方が安全だ。やめて。うわぁ。歯が私の方に深く切り込んだ。血が地面に飛び散った。痛みが私を飲み込もうとした。彼は知らなかった。イザベラが私の顔に執着していることを。だから彼女は彼を選んだんだ。彼女はかつて私に囁いた。リアム、彼が拗ねるとき、あなたを思い出すの。もしあなたがそんな風に私を見てくれたら世界をあげるのに。どうしてあなたは私がこの偽物を愛するのを見ていられるの？今、この偽物が彼女が愛したまさにその顔を破壊した。やめてイザベラがお前を罰するぞ。私は苦痛の中でうめきながら彼を警告しようとした。彼はそれを脅しと取った。俺を脅すのか。彼はナイフを私の唇に向けた。脅すってどういうことか教えてやる。唇に耐え難い痛みが走った。血を吐き出し、言葉ができなくなった。ワン、ワン。もしかしたら血のせいか、私の叫び声か突然、ゴールデンレトリバーが屋敷から飛び出してきた。彼の足に噛みついた。彼は悲鳴のような叫び声を上げた。うわぁ。この畜生を引き離せ。今すぐ。ヘンダーソン氏と警備責任者は躊躇った。それはロッシ様の犬です。俺が彼女にとって一番大切な人間なのは分かってるだろうが。この動物を守る気か？お前たち、俺に未来のボスに逆らう気か？
警備責任者は歯を食いしばった。彼から引き離せ。彼と他の連中は飛びかかり、犬を蹴り、警棒で殴りつけた。やめて。デュークを傷つけるな。私の心は張り裂けた。血まみれのデュークは離さず、琥珀色の目は純粋な心配で私を見つめていた。痛みに逆上したイーさんは身をひねり、ナイフをデュークの頭に突き刺した。デュークは弱踊りじしい声で倒れ、痙攣した。私は恐怖で見つめ、唇の痛みを無視し、壊れた叫び声を上げたデューク。イーさんは血の流れる足を押さえ、目は毒のような憎しみに満ちていた。忠実な畜生め。この野獣の皮を生きながら剥いでやれ。その後に続いたのは、私が一生忘れられない地獄の光景だった。私は無力に見守るしかなかった。彼らがデュークの牙を砕き、毛皮を切り裂き、彼の苦痛に満ちた遠吠えを無視して、まだ生きている間に彼の皮を剥ぎ取るのを。それでも満足せず、イーさんは手がにバケツ一杯のラー油を持ってこさせ、デュークの血まみれの体に浴びせた。それは最後の一つ、苦痛に満ちた叫び声を上げ、数回痙攣しそして永遠に静かになった。私は気が狂い、私を押さえつけていた男たちからもがき逃れ、デュークの方へ必死には譲ろうとした。イーさんがパイプを振り回し、私の両手首を粉砕した。なんだ？お前もラー油を味わいたいのか、小娘？彼は嘲笑し、それからバケツを私の頭の上からひっくり返した。灼熱の液体が私の顔を焦がした。私は地面で転げ回り、苦痛で叫んだ。しかし彼の手形が私をつかみ、逆さ吊りにした。イーさんは残りのラー油を私の上から浴びせた。お前が誘惑に使うもの自体を台無しにしてやる。これでどうやって俺と張り合うんだ？彼の取り巻きは残酷に笑った。このバイタが暑さを楽しめるといいな、はは。イーさんが再びバケツを上げた。ヘッドライトが薄暗がりを切り裂き、ストレッチリムジンが猛スピードで近づいてきた。ヘンダーソン氏は青ざめた。なんてことだ。ロッシ様だ。戻ってこられた。